今回はジュエマ界で最も愛される7つの最弱カード、七英雄と呼ばれるカードたちをご紹介します。懐かしいと感じる方もいらっしゃると思いますが、知らない方も多いと思います。最弱と呼ばれるカードは何枚もあるのに、なぜ七英雄は愛されているのか、その秘密に迫っていきましょう。それでは、早速参りましょう。デュエルマスターズ七英雄がなぜ愛されているのか？早速ですが結論から言うと、それはそのカードが持つスペックに見合わないフレーバーテキスト、そしてスペックに見合わないイラストのかっこよさであります。どちらが欠けてもダメ、どちらも満たす必要があります。これまであまたのカードが七英雄入りに名乗りを上げたものの、先の条件を満たさなかったり、取り巻きカードの背景ストーリーによる相対的な評価のせいで、惜しくも除外されたカードもありました。しかし、これから挙げる七英雄の面々は、他とは一線を画す生かした姿と、そしてあまりにあまりな体現相互が飛び出してきます。そのフレーバーテキスト、そしてイラストをどうか見ていってください。シザーイ、見てくださいこのイラストとフレーバーテキスト。火の領域の海岸線は、上陸した水の群勢で真っ青に染まった。かっこいいですね。4コス3000の低スペックバニラクリーチャー。バニラビートと呼ばれるデッキでも、優先すべきバニラは非常に多く、そこに割って入れるかというと微妙の一言。しかし、一方でシザーアイをメインとして構築された、シザーアイと呼ばれるデッキが存在しており、多くのプレイヤーが海岸線をこいつで染めたがっています。当時の水文明はパワーが低めに設定されており、コスト論的にもコモンというレア力から妥当とも言えるスペックですが、軽くてアストラルリーフの進化元にも慣れたエレガントランプや、パワーは低くとも強力な能力を持つ数々のクリーチャーと比べると、海岸線を真っ青にしたくともしにくい中途半端なコストであり、低くはないが高くもない中途半端なパワー、そしてゲルフィッシュという活かしにくい種族をしています。しかし一部の愛好家を捉えて離さない性能をしており、愛されるクリーチャーとして七英雄入りしました。ちなみにシザーアイ登場から15年、新章デュエルマスターズにてシザーラブが登場。明らかにシザーアイを意識したネーミングで完全上位互換です。まあ、愛好家には関係ないでしょうが。暗黒の騎士ザガーン。見てくださいこのイラストとフレーバーテキスト。つまらん。奴を戦場に出したら、一方的に勝つに決まっている。ハオーブラックモナーク。かっこいいですね。一方的に相手が勝つことで定評のあるザガーン様。あのハオーブラックモナークから相当な信頼を得ているようですが、古の超人の前ではへたれてしまう可愛い暗黒の騎士。ザガーン様を3枚投入して一方的に勝つ。ザガーンビートダウンなるデッキが存在し、実際に大会で結果を残しています。愛の力、恐るべし。なお、デッキ内容はザガーン様である必要性を突っ込んではいけません。ちなみに最近では GR クリーチャーとして再登場したザガーン様。因縁の古の超人が常しえの超人へ生まれ変わり、パワーで上回り勝利できるかと思いきや、GR クリーチャー化したことであちらのメタに引っかかるようになり、結局ダメだったのが可愛いですね。残落覇王デスカール。見てくださいこのイラストとフレーバーテキスト。ドラゴンとも拳で語り合える。かっこいいですね。しかし現実は厳しく、実際に語り合えるドラゴンは約470体中、約43体。しかもその大半は効果やゴッドリンクで返り討ち可能なので、本当に語り合えるのはわずか5、6体でしょう。タップトリガーであの禁止カード、スケルトンバイスを打てるのが売りですが、それロストソウルでよくね？ 4000 という貧弱なパワーで、ドラゴン相手に拳で語り合おうとしたその姿は大いに注目を集め、皆から愛される要因となりました。最近ではゼニスと呼ばれる強し種族とも拳で語り合えると豪語しており、愛好家を奮い立たせておりました。そして月日は流れ、因縁のロストソウルとツインパクト化され、ロストソウルありきではありますが実用性が格段に上がり、ついに日の目を浴びることとなりました。ちなみにこの時のフレーバーテキストは、いつ何時誰とでも、拳で語り続ける。嬉しくてテンション上がっちゃってて可愛いですね。アクアマスター。見てくださいこのイラストとフレーバーテキスト。己の弱さが敗北させるのだよアクアマスター。かっこいいですね。ブロックされなかった時、相手のシールドを表向きにする。それだけのスーパーレア。そもそもシールドを確認したいだけであれば、こいつの代わりになるカードは山ほど存在しています。この時期の水文明高レア力カードは、アストラルリーフが暴れすぎた影響下の軒並みひどい性能をしており、その中でもこのカードは群を抜いていました。アニメでも主人公である切り札カッタに、
弱いけどとりあえずこいつだと死体蹴りされる始末。このように史上最弱スーパーレアとしての名を欲しいままにしました。史上最弱カードとしてトップクラスのカードですが、2021年末、開発スタッフより、元々の能力はブロックされなかったら追加ターンを得るという、当時では DM 初の追加ターンという概念を導入する、強力無比なカードであったという裏話が明らかに。しかし先ほどの通りアストラルリーフを中心に水文明が大暴れしていた時期に、この能力は危険すぎるという判断で変更。そして追加ターンという特性は、主人公カラーである非文明に与えられることになりました。事情はわかりましたが、それにしてもこの能力はあんまりではないでしょうか？メテオレイジリザード、見てくださいこのイラストとフレーバーテキスト。燃え盛る豪華ですら、その闘争本能の激しさには及ばない。かっこいいですね。激しい割には、3段前に登場したこのカードから、能力を取り除いただけの完全介護官。後の段で完全上位互換が出るパターンは多くても、前の段ですでに出ているパターンはなかなかありません。デュエマには6マナ以上優位の法則というものがあり、5マナ以下はバニラでマナ数 ×1000 のパワーが基本であり、6マナになると先のザガーン様のように7000となり、ダブルブレイカー持ちというスペックになります。しかしこのカードはそのどれにも当てはまらず、それどころかマナ数 ×1000 のパワーにすら達していません。6マナには実用的なカードがいくらでもあることを考えれば、ただただ悲惨の一言であります。以上のことから、誰がどう見てもコスト相応のスペックではなく、過去段で出たカードの完全介護官であり、種族としても不遇という、あまりにも悲惨なこのカード。これらのことから、デュエマ史上最弱のクリーチャーと呼ぶ人は少なくありません。風滅の第一オーラバイン。見てくださいこのイラストとフレーバーテキスト。その力、その姿に誰もが憧れる演説実況ミラクルショー。かっこいいですね。カードの効果自体はこれまでの七英雄とは異なり、どこか活躍の場があるように思えますが、そもそも七英雄の中で比較すること自体が偉大なる無駄なのです。冷静に考えると、どんな場合でもこいつである理由がないのです。ですが七英雄随一のカードパワーには、誰もが憧れるでしょうね。正直頑張れば活躍できそうではあるため、七英雄の名が重いという声もありますが、じゃあこいつの代わりとなり愛されるカードはいるのかという正論に誰も異議を唱えることはできなかったそうです。コードネーム E さん、見てくださいこのイラストとフレーバーテキスト。フレーバーテキストハンターも、エイリアンも、我らにとってはただのゴミと同じだ。コードネーム E さん、かっこいいですね。七英雄随一の光文明にして唯一の多色。なんとタップトリガーであのアポカリプスデイを打つことが可能。さすがハンターもエイリアンもゴミと言い切るお方でございます。これだけでも格の違いがお分かりいただけるでしょう。我々は E33 と呼ばなければいけません。アポカリプスデイとは神の怒り。それを有する E33 は神と同義であると言えよう。しかし E33 はクリーチャーであるため、アポカリプスデイを超えております。E33 の前では、スペルデルフィンやクイーンアルカディアスもただの紙切れ。相手は E33 がいるだけで神の怒りに怯え、クリーチャーを召喚できなくなってしまう。これがデュエマ史上最強のロック、E3 ロックでございます。以上がデュエマ七英雄です。いかがでしょうか？ちなみに七英雄の条件を満たした期待の新人、D2G ゴッドファーザーが8人目の七英雄として注目されていました。皆さんは気になった七英雄がいたでしょうか？よかったらコメントで聞かせてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。